みんな、はーいなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今回は、みんな大好き、アルプスの少女ハイジでおなじみのスイスについてお届けするのだ。ねえねえ、知ってる？スイスにはね、実は法律で定められた首都が存在しないのだ。みんなが首都だと思ってるベルンは、あくまで連邦市っていう場所らしいのだ。びっくりなのだ。そんなスイスから今日はとっておきのニュースを3つも持ってきたのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。住む場所の学校へ、ジュネーブ、仏在住生徒の受け入れ禁止へという記事なのだ。ジュネーブが2026年からフランスに住む越境通学の子どもたちをなんと学校で受け入れなくなるっていうとっても大きなニュースなのだ。これが一体どういうことなのか、そして何が問題なのか、ずんだもんが詳しく解説しちゃうのだ。特に影響を受けるスイス人の子どもたちのことがとっても気になっちゃうのだ。この動画が少しでも面白かったら高評価とチャンネル登録忘れずにお願いするのだ。さあ、スイスの最新情報一緒に見ていくのだ。今回は絵のように美しい国スイスを紹介するのだ。ヨーロッパの真ん中に位置する内陸国で首都はコトベルンなのだ。永世中立国として知られ、国民投票が頻繁に行われる直接民主制の連邦共和制をとっているちょっと珍しい国なのだ。人口は約880万人で、ドイツ語、フランス語、イタリア語など多様な言語が話されているのだ。主要産業は世界に誇る精密機械や時計、金融、そして製薬なのだ。壮大なアルプスに囲まれた大自然は観光の宝庫で、美味しいチーズやチョコレートは世界中で愛されているのだ。最近は環境への意識が特に高く、水力発電などクリーンエネルギーの利用が進んでいるのだ。イノベーションの国としても注目されている魅力いっぱいの国なのだ。一つ目のニュースなのだ。住む場所の学校へ、ジュネーブ、仏在住生徒の受け入れ禁止へという記事なのだ。ジュネーブは2026年からフランスに住む越境通学の子どもたちをジュネーブの学校で受け入れなくなるのだ。これはジュネーブに隣接するフランスの120の自治体から来る約1000人の子どもたちに影響が出る重大なニュースなのだ。ジュネーブ当局は年間約2800万フランの費用削減になることと、本来は居住地で就学すべきだという原則を理由に挙げているのだ。2020年に実施予定だったけど、コロナで延期になっていた決定なのだ。だけど、フランス側からは残酷な措置なのだと強い反発の声が上がっているのだ。ジュネーブで働く人が住宅不足でフランスに住むことになったのに、教育まで制限するのは不均衡だと主張しているのだ。特に注目すべきは、影響を受ける子どもたちの約 85% が生活費が安いという理由でフランスに住んでいるスイス人なのだ。彼らは不慣れなフランスの教育システムで学ぶか、ジュネーブに戻って高い家賃を払うかの選択を迫られることになるのだ。これに対してジュネーブの教育担当者は、安い家賃のためにフランスに住むなら、生活のすべてをそこで送るべきなのだ、ときっぱり言い放っているのだ。この決定は、すでに38家族が提訴を準備するなど、法廷闘争に発展しそうなのだ。自由移動協定との兼ね合いも論点になるのだ。二つ目のニュースなのだ。スイスで2026年に賃金が上がる職種はという記事なのだ。スイスでは2026年に多くの会社で賃金が上がる予定なのだ。KOF 経済研究所の調査によると、平均 1.3% の名目賃金上昇が見込まれてて、インフレを考慮すると実質 0.8% の賃金増になるのだ。一番上がるのは建設業で約 1.7% アップなのだ。熟練労働者が足りないのと強い組合があるからなのだ。ホスピタリティ、製薬、金融業界も平均より高い賃上げが期待できるのだ。でも、小売や卸売、製造業では 1% ちょっとの増額になりそうなのだ。
輸出に関わる時計製造や機械工学の分野は、アメリカへの関税の影響で賃金状況がまだはっきりしないのだ。あと、最近の会社は、一律の賃上げじゃなくて、個別のボーナスで対応することが増えているみたいなのだ。労働者団体のトラベルスイスは、生活費が上がっているし、過去に実質賃金が下がった分を取り戻すために、全労働者に 2% の賃上げを求めているのだ。健康保険料も上がってるから、働くみんなの購買力を維持したいって考えてるのだ。働く人たちが元気になるのが一番なのだ。3つ目のニュースなのだ。スイスの銀行から消えゆく窓口サービスという記事なのだ。スイスの銀行では、窓口での現金サービスがどんどんなくなっているのだ。昔は窓口でお金を出し入れしていたけど、今は ATM やオンラインを使うように促されていて、これがスイスの銀行の大きな変化なのだ。例えば、ポストファイナンスやベルン州立銀行では、もう窓口で現金取引はできないのだ。チューリッヒ州立銀行も、緊急の時しか現金を扱わないのだ。スイス最大の UBS でも、190支店の半分でしかサービスがないし、ライフは依然も774支店の3分の1の支店だけなのだ。なんでそうなっているかというと、主に2つの理由があるのだ。1つは、そもそも窓口を利用する人が減ったことなのだ。ライフは依然では、この10年で窓口を使うお客さんが 46% から 15% にまで減ったのだ。もう一つは、銀行の支店自体が減っていることなのだ。2024年末にはスイス全体で2476支店しかなくて、10年前と比べて3分の1も減っちゃったのだ。サンクトガレン大学の研究でも、この傾向は続いていて、これからも支店や現金サービスが減り続けるって言っているのだ。キャッシュレス化が進むスイスの銀行の未来は、窓口がほとんどなくなる方向に向かっているみたいなのだ。絵のように美しいスイスは、多言語、多文化でイノベーションも盛んな魅力的な国なのだ。教育、賃金、銀行サービスと様々な変化や課題があるけれど、永世中立国として国民の生活や公平性を大切にしつつ、進化を続けているのだ。これからもスイスの動向に注目なのだ。また一緒に学ぶのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。